今回は前回の動画でご紹介したガラスフレンチネイルのちょっと難しい上級編として、ベースのカラーとガラス感をいろいろなアイテムを使って表現していきたいと思います。それでは早速やっていくんですが、今回はサロン用品を使っていきますので、もともとあるプリジェルのカラーを使っていきます。前回も100均のカラージェルで調色なしでやっていきましたので、今回もそのままのカラーで楽しんでいきます。まずはチェリーピンクから塗っていくんですが、使っていく筆はトリネのアートジェルブラシの先端がですね、平筆ではなく、こういったグラデーションとかに使っていくポイントの筆を使っていってください。前回の動画ではベースにカラーをですね、一層引いてからフレンチラインでですね、先端にラメで色をつけていったんですけれども、今回は直接ベースのカラーからフレンチラインを作って色を塗っていきます。ですので、こういったポイントの筆を使っていただいて、まずはフレンチラインをですね、描くようにライン塗っていただいて、であとはですね、根元のところとかをですね、本当に色塗りをするような感覚で色を塗っていくんですが、今回この私の爪の長さでフレンチ部分を少しですね、多めにちょっとガラス感を楽しんでいきたいので、ちょっと深めにですね作っていくといいです。フレンチラインを描くように筆をですね、反対向きに根元側に向けて持っていただいて、そこからフレンチラインを描いていただいて、あとは色塗りをするような感覚です。では続いてベージュのカラーを小指中指に塗っていきます。ここも同じように筆をですね、内側向きにこのように倒すように持っていただいて、そこからフレンチラインを描くように、そして根元のキューティクルを攻めていただいて、真ん中あたりをですね塗っていくような感覚でプレートに色をつけていきます。でこの時フレンチラインなんですけれども、できるだけやっぱりガラス感でですね、ちょっとかっこよく表現していきたいので、両サイドの山が高くなるようにですね作ってあげてください。どちらかというとアーモンドシェイプといって、ちょっとカーブがですねきつい感じの感覚で作っていただくといいです。そして親指には1本なんですけれども、ここにはですねもうちょっとピンクベージュのような感じのカラーですね、これを根元のところに塗っていってください。前回の100均のカラーに続いて、今回もですねサロン用品なんですが、この3色のカラーが一番ですねプレートにより近いカラーでフレンチラインも映えるカラーになってきますので、この3色のカラーがおすすめです。はい、こんな感じで全ての指ですね根元の部分色をつけていただいたら、早速先端にラメを使っていこうと思うんですが、それぞれですね輝き具合だったりとか使ってみた感想をそれぞれでお伝えしていきます。どれをどの指に使おうかすごく悩んだんですけれども、まずはクリアジェルとグリッターをそれぞれ混ぜていきますので、クリアジェルをパレットに5箇所ですね、こんな風に置いてあげてください。これ右側から順番に小指、薬指、中指、人差し指、親指という風になるようにですね並べてあるんですが、まずは小指の指からです。輝きがすごくいいものを5種類用意したんですけれども、これはですねクリスタルジュエルといって、パッと見すごく透明感があるような感じで、結構グリッターもですね大きさ違いのものがいろいろ混じっているので、これクリアジェルに混ぜると、どちらかというとちょっと肌になじむようなベージュっぽい感じの色合いがあります。続いて薬指に使っていくのはエリコネイルの純銀シルバーですね。これもすごく定番なんですが、私がサロンでよく使うグリッターでもあります。続いて中指です。これノベルのグリッターなんですが、容器に入っている感じはシルバーのフレークみたいな感覚で、クリアジェルに混ぜるとすごくジェルに溶け込むような感じで、ちょっと表現が難しいんですけれども、ご飯ですよみたいな海苔みたいなイメージになりました。続いてピカエースの秘密のラメのシルバー、これもサロンでですね私よく使うカラーなんですけれども、純銀シルバーよりさらに粒がちょっと大きくて、輝きもですねまたいろいろなものが入っているので、結構本当に秘密のラメというほどあって、結構キラキラとした感じです。最後のグリッターはさっき中指に使ったノベルのグリッターとすごく似ているんですけれども、本当にシルバーのフレークみたいな感じで、ノベルのものよりもう少しちょっと白っぽさが強いような感じなんですが、同じようにクリアジェルに混ぜると本当に海苔みたいな感じの溶け込むような感じの感覚のものでした。
どれも輝きがすごいので本当に使っていくデザインとかによって分けていくといいかなと思うんですが、今回はフレンチなのでどちらかというとやっぱり細かいグリッターの方がですねフレンチラインは描きやすいかなと思ったんですが、ちょっと実際にですね5本の指にそれぞれのグリッター使ってみたいと思います。ではですねフレンチライン描いていきますので、まずは薬指からやっていくんですが、ここは純銀シルバーになります。このグリッターでフレンチラインを描いていくのにはサロンでもよくやってるので慣れているんですが、やっぱり細かいグリッターなのでフレンチラインはですねすごく描きやすいです。でこういったポイントの筆を使っていただいて、先ほどベースにですねカラーでフレンチラインを作ってあるので、そこをなぞるような感覚でフレンチラインを描いていけば簡単なんですけれども、この時に少し気をつけていただきたいのが、この両サイドの山の位置をですねカラーを塗る時もできるだけ高めにしていただいた方がかっこよく見えるというふうにご紹介をしたんですけれども、このグリッターでですねしっかりとこの両サイドの山の位置をですねしっかりと本当にラインになるように、こんな感じでですね最後もサイドのラインにつなげるような感じで最後のところをピシッとやっていただくとかっこよく決まってくると思います。ベースのカラーは柔らかいピンクとベージュを使っているので、フレンチラインっていうのはですねやっぱりこのグリッターでしっかりとラインを作っていきますので、このフレンチラインがしっかりと出ることによってガラスフレンチもですねかっこよく決まってくると思いますので、ここのグリッターのところでしっかりとフレンチライン作ってあげてください。やっぱり純金シルバーすごくキラキラしています。ホワイト感が強いので私個人的にはすごく好きなんですけれども、他の指のグリッターも楽しみですね。では続いてです。今度は人差し指に秘密のラメをやっていきます。秘密のラメも純金シルバーにすごく似ているんですが、純金シルバーより若干ですね大きさがちょっと大きいものがですね混じっているのでキラキラ感がさらに強いんですが、フレンチラインを描いていくのはやっぱり純銀シルバーの方が細かいグリッターな分ですね描きやすいかなと思いました。ただ輝きはやっぱりすごくキラキラしています。若干中にですねオーロラ系のカラーもちょっと入り込んでいるので、これは本当に秘密のラメというほどあって結構輝きが強いと思います。では続いてです。ここの小指にはクリスタルジュエルのグリッターなんですけれども、ジェルにグリッターを混ぜた時すごく透明感があって綺麗だなとは思ったんですけれども、このキラキラ感のはっきりさはやっぱり純銀シルバーに比べると負けるかなと思ったんですが、意外と爪に塗るとやっぱり透明感のあるまた違ったちょっとキラキラ感で、これはこれで特に根元のベージュのカラーとマッチしていてすごくいいですよね。では続いて中指です。これはノベルのシルバーのフレークみたいなやつなんですが、ジェルに混ぜた感じちょっとのりご飯ですよみたいな海苔みたいなイメージなんですけれども、これはちょっとフレンチライン描きにくいかなと思ったんですが、意外すごくラインが描きやすかったです。と同時に張り付くようなこのキラキラ感がですねすごくインパクトがあって、深みのある輝きというか大人な感じの輝きがして、これはこれでまたガラス感もですね結構出ているかなと思います。では続いて親指です。これもノベルと似ている感じのものなんですけれども、本当に同じような感じです。若干ノベルのものの方がですね深みがですねあるかなと思うんですけれども、それよりもちょっと白っぽい感じの表現です。でも輝きはすごいです。今回のこのベースのようにですねベースの時点でフレンチラインをですね作っていただくと正直どんなグリッターでも意外とフレンチライン描きやすいので、そんな感じでやっていただくと問題ないと思うんですけれども、単純にフレンチラインを描いていく分にはですねやっぱり定番の純銀シルバーと、あとは岩のりみたいな感じになった中指親指のグリッターが私的にはおすすめです。でキラキラ具合はですね定番のやっぱりシルバーの純銀シルバーですねが私的にはお気に入りなんですけれども、またここからですねさらにホイールとかを乗せていきますので、その乗せた具合も見てガラス感の出方をですねチェックしていきたいと思います。まずは薬指の純銀シルバーのところにはこのシルバーのホイールですね、これをカットして入れていきたいと思います。ガラスの破片みたいな感じでもう三角にですねできるだけちょっと大きさが変わるような感じでカットしていくといいです。でそれと同時にですねオーロラのホイールも
入れていきますので、同じように三角の形でカットしていってください。この三角の形はですね、鋭い方がガラス感が表現できるかなと思ったので、ちょっと長めのものと小さいものとっていう感じでカットしていただくといいです。では今カットしたホイルをクリアジェルでですね、糊代わりにしてつけていきたいと思います。フレンチ部分にだけクリアジェルを塗っていけばいいんですが、このカラーとグリッターの境目にですね、ちょっとへこみができてしまった場合とかはですね、この真ん中あたりまでクリアジェルを塗っていただくと、なだらかになってきます。そしてランダムにシルバーのホイルとオーロラのホイルをですね入れていくんですが、この時シルバーとオーロラがちょっと重なるような感じで入れつつ、あとは大きいものと小さいもののバランスをですね、あまり横並びとかにならないようにランダムに置いていくといいです。やっぱりこのホイールが一番定番なこのガラス感が表現できるものだと思います。すごくキラキラです。では続いて今度は人差し指ですね。ここにはシャルロンのスクエアのオーロラなんですけれども、これもスクエアの大きさがいろいろミックスされているものなんですが、これをランダムに入れます。私個人的にやっぱりシルバーのホイールが一番ガラス感が出るかなと思っていたんですけれども、このオーロラ系のものを使っていただいた方がキラキラ感がですね、やっぱり角度によって変わってくるので、オーロラはオーロラでいい感じのこのガラス感を表現してくれるので、ちょっと悩むところなんですけれども、こんな感じですね。ただ形がスクエアなので、やっぱりガラスの破片といったらやっぱ三角のですね感じが一番表現できるかなと思ったので、この色合いで三角の形だったらベストかななんて思ったりして作ってみました。では続いて小指にはですねランバスカットされているホログラムですね。これもオーロラのものと、あとはちょっとホワイトのキラッとした感じのものなんですが、これをミックスして入れてみます。このランバスカットもガラスの破片みたいな感じのカット具合なので、ランバスカットも意外と使える形ですね。これも両方をですねバランスよく置いていただきながらところどころ重なるように入れていただくといいです。ホワイトのランバスもですね鏡で光が当たった時のピシャッというような感じの表現がなんか出るような感じなので、このホワイトもなかなかいい気がします。オーロラのものとシルバーのもの、あとはホワイトのものといろいろミックスしていった方が光の角度とかで表現がなかなかいい気がするんですけどね。では続いて中指にはですねシルバーのこれもスクエアのホログラムなんですけれども、細かいよく見るとスクエアになっているものと、あとは細かい棒状になっているオーロラに輝くものですね。これをミックスしていきます。まずは細かいスクエアのホログラムをですねランダムに入れていただいて、そこにですねちょっと私これ昔からトゲトゲと呼んでいるんですけれども、このトゲトゲを入れていくんですが、これはもう特にですね取っていただくともうクシャクシュっていう感じになっているので、それをそのままつけていくといいです。ただこれですね昔からそうなんですけれども、ランダムに入れていくことによって横から見ていただくとちょっと見にくいんですけれども、やっぱチクチクがですねすごく出やすいので、横からチェックして上からチクチク感が出ないようにですねしっかりとなじませてあげてください。これも結構チクチク感がいい味を出していて、ガラスがもう細かく砕けたような感じの表現になっているような気がするので、これもこれで下のちょっと糊みたいなフレークですね、これもすごく効いているんですけれども意外にいいです。そして最後に親指にはですねこれもちょっと定番っぽいシルバーの乱切りホロと、あとは最近のデザイン動画でもご紹介をしたんですけれどもクラッシュホイルですねの2種類を入れていくんですが、まずは乱切りホロからですね入れていきます。この乱切りホロはこのシルバーでなくてもオーロラのものとかでもそうなんですが、すごく中に埋まった感じがキラキラとして綺麗なんですけれども、ただ入れにくい、埋め込みにくい、本当にその名の通り乱切りなので、中で折り曲がっている感じもあるので、それをですね中に埋め込もうと思うとどうしても今回も特に爪先なので難しいんですが、折り曲がっているところがないようなところを使っていただいて、まずは貼り付けていただいてから、その隙間にですねクラッシュホイルを入れていくといいです。
このランゲリホログラム昔からあるんですけれども、今こういったホイールを薬指とかに使ったものですねを自分でこうカットしていけるタイプの方が意外とこう入れやすかったりとか使いやすかったりするので、正直こうスカルプとかで中にですねこういったホログラムを入れてですね先端を作っていくデザインとかぐらいにしかちょっと使えないんじゃないかなって思いました。ただやっぱりこう自分でカットしていくものに比べるとやっぱり自然感はあるのかなと。どの指もそれぞれのこう輝き具合があって本当に素敵なんですけれども、もうお好き好きかなと思うんですが、やっぱり私個人的にはちょっとやっぱ定番っぽい薬指の純銀シルバーとホイールがガラスっぽい表現は一番かなと思いながら、またトップジェルで埋め込むとまたこの輝きも変わってきますので、実際ですね埋め込んでいきます。今回は根元のところをですねフレンチラインをそのまま作って、先端のところをグリッターでフレンチライン描いてという風にですね、カラーをやってからグリッターでフレンチをやるとどうしても先端に厚みが出る分、今回は根元に先にですねフレンチラインを描いていったんですが、それでもやっぱりグリッターだけで厚みがあるのとプラスしてホイールとかですねホログラムを入れているので、どうしても先端に厚みが出やすくなってくるので、先端の部分にはこれ以上厚みをつけないようにできるだけこう根元のところにですね少し厚みを寄らせるような感じでコーティングしていくといいです。そしてこういったホログラム、これもホログラムというだけで結構ですねトップジェルを反発しやすいので、1回でこうしっかりとトップジェルをコーティングして、さらにこう光のラインを厚みをですね調整していこうと思うと難しいので、1度目はしっかりとこう埋め込むような感覚でコーティングをしていただいて、2度目で光のラインを作っていくというような感じで2回に分けていただくとすごくやりやすいです。では硬化が終わったらですね未硬化ジェル拭き取っていただいて形を整えていくんですが、フレンチデザインのメインといえばフレンチラインなのは当然なんですけれども、フレンチラインの幅や曲面の角度は当然でして、全体のバランスの次に大切になってくるのが、実はこの最終仕上げのこの形の整えになってくるんですが、いかにフレンチ部分だけをぽっこりさせずにですね綺麗になだらかに整えていくのかというのがフレンチが綺麗に見える一番のポイントになってきます。そしてこの形の整えの時にですね爪先の先ほどちょっとトゲトゲしたものとかホログラムがですねチクチクしている部分があると思いますので、そういったものもう整えてあげてください。はい、こんな感じでやっぱりサイドのライン整えるだけでもこれだけでもシュッとしてかっこよくなってきますよね。では最後に色白のグロシートップジェルでツヤ出し、そしてキラキラ感をさらにアップしていきます。以前からお伝えしているようにこの色ジェルのグロシートップジェルもですね鏡のような本当に光沢が出てくるので、もうこういったデザインにはもってこいですよね。しっかりとこれ塗っていくときですね爪先のところもやっぱりこの厚みが出ている分ですねしっかりと塗ってあげてください。では最後にキューティクルオイル塗っていただいて完成になります。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。もうすごくキラキラでどれが一番いいと正直決めきれないんですけれども、前回ご紹介した全部こう100均アイテムで施術したガラスネイルと見比べると、グリッターの上に乗せていくこのホログラムだったりとかそういったものはですね100均のアイテムとかでも十分いいと思うんですけれども、やっぱりこのガラスフレンチの決め手になってくるのがベースに引いていくグリッターだと思ったので、そう思うとやっぱり100均のグリッターではどうしてもちょっとこう輝き具合だったりとか、このラインを作っていく時のこのラインの引きやすさとかですね、そういったものを比べるとやっぱり100均のものは正直ちょっと弱いかなというのが思いました。今回はサロン用品の5種類のグリッターをですね使っていったんですが、これも別に100均のごめんなさいサロン用品の高いものでなくてもプチプラのものでもですね結構輝きが強いグリッターとかもありますので、そういったものでベースのこのキラキラ感をですねぐっとこう上げていただいて、そこにガラスの破片をイメージしていろいろなアイテムを入れていただくと楽しんでいけますね。輝きは別としてやっぱりこうガラスの破片に一番近いのは薬指の純銀シルバーとホイールの組み合わせかなと。ぜひいろいろな組み合わせで楽しんでみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。
100均のアイテムを使ってもガラスフレンチネイル表現していけるんですけれども、また今回はですねちょっと違った感じのガラスの表現の仕方でいろいろと楽しんでいけると思います。続いて我が家のちょっとした出来事です。ここ最近で本当にわんぱくさがぐっとアップしてきた我が家のちび息子。離乳食でいろいろなものがですね食べられるようになってきて、最近ではゼリーをあげるようになったんですけれども、これはとある朝の様子なんですけれども、私は朝ですね慌ただしくいろいろと準備をしているので、おてんばした娘にちび息子にゼリーをあげてとお願いをしたんですが、やっぱりおてんばした娘、自分が当然食べるのは当たり前なんですけれども、なかなかちび息子の口元にゼリーを持っていけないので、それに我慢ができないちび息子は反抗するようになったんです。だんだんとおてんばした娘に反抗するようになったちび息子、きっとそのうちおてんばした娘泣かされるような気がします。そしてこれ今回のこの動画の私が撮影をしていた時に、これはカットした一部の部分なんですが、もう本当にもうじっとしていなくて、私のこの耳のピアスが気になったようで、もうそのピアスを取ろうと引っ張って挙句に髪の毛まで食べるんです。もうちょっと前のようにちび息子を抱っこして撮影をしようという安易な考えがもうダメになってきた気がします。邪魔して悪さばかりするので、もう本当に大変なんです。今回のこの動画を撮るだけでも本当に一苦労でした。保育所に行くようになってからいろいろと覚えたのか、やっぱりもう本当に動きも激しくて、ちょっと前まで本当にお利口さんだったのにちょっと変わってしまいました。これが成長なんだと思いますが、どんな風にレベルアップしていくのか楽しみな反面ちょっと恐ろしいです。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。